それでは審理を再開します。猫のミケランジェロが消えたのは、猫が証人の高坂さんのもとに移動した後だったという先ほどの弁護側の主張に対し、反論があれば改めてお願いします。確かにこの証人はマジックの一部に関与していた。疑われたくなくて嘘をついていたんだとよ。それを認めるのか？湯上検事には何か策があるのかもしれないな。だが検察の主張は変わらねえ。いいか、証人は独り身だ。夜遅く家に帰っても出迎えてくれる者もいやしねえ。そんな証人の唯一の慰めになっていたのがこの猫ってわけだったのさ。寂しかったんだな、この証人は。わかるぞ、その悲しみ。わしも先日女房に先立たれての。出た、湯上検事の心理操作。傍聴人がすっかり敵に回っちゃったぞ。分かってもらえたようだな。弁護側の言う通り、猫が証人のもとに移動していたのなら、猫好きの証人に猫を消す理由はねえってわけさ。そうじゃ、あのマジックは失敗し、ミケランジェロは消えてしまった。この娘が盗んだことは間違いない。ミケランジェロが消えて、わしがどんなに悲しんでいることか、お主らにこのわしの心の悲しみがわかるか。おお、なんと愛する者が消えてしまった悲しみは確かに想像を絶しますぞ。まずいな、裁判長まで完全に惑わされてるよ。わしは損害賠償を請求する。莫大な慰謝料を要求するぞ。感情をお金に換算するっていうのも変な話ですよね。どうかしたの、ここねちゃん。なんだか気になるんですよね。私には聞こえるんです。あの人の証言に混じっているノイズが。ここねちゃん、そのノイズの正体を知ることはできるかい？例の心理分析で。はい、任せてください。やっぱり証言と矛盾しているおかしな感情がありました。あの人がミケランジェロを失って悲しいと言っている時に喜びの感情があるんです。喜びの感情？ってことはあの人はミケランジェロがいなくなったことを喜んでいるわけ？そうか、見えてきたぞ。裁判長！弁護側、何か質問でも？高坂さん、あなたはミケランジェロに高額のペット保険をかけていたそうですね。なぜそれを？あなたのサーカスに所属しているユーマのイエイティさんから聞きました。ちょっと待ってください。ユーマと言いますと謎の未確認動物のことだったはずですが、サーカスにはそのようなものまでいるのですか？それがわしのサーカスの売りですからな。未確認動物なのに確認されてしまっているではないですか。安心してください、裁判長。中に人が入ってますから。そんなことはない。営業妨害で訴えるぞ。イエイティは間違いなく謎の未確認動物じゃ。謎だらけじゃ。そこまで隠そうとする理由の方がよっぽど謎だよ。続けていいですか？これは失礼。弁護人は質問を続けてください。高坂氏がミケランジェロにかけている保険は5億円です。いくらミケランジェロが希少価値のある三毛猫のオスとはいえ、これは少々高すぎやしませんかね？異議あり。そんなものはどうとでも説明できる。個人の価値観の違いってやつさ。
そういうことじゃ。わしはそれほどまでにミケランジェロを可愛がっておったのじゃからな。5億円の価値がある猫がいるとなれば確かに話題にはなりますな。そういうことじゃ。いわゆる話題作りというものじゃよ。話題作り？それはおかしいですね。イエイティはペット保険は内緒の話だと証言しました。それにあなたのサーカスの売りは一風変わった動物が芸をするということでしょう。ミケランジェロに5億円の保険がかけられている話は表には出てきていないようですが。それは暗黙の話題作りということじゃ。言わなくてもわかるってやつじゃ。いやいや、言わなきゃわからないでしょうよ。話題にもならないし。高坂さん、本当のことを話してください。とにかくわしのサーカスの売りは一風変わった動物たちじゃ。その中にはユーマや妖怪や5億円の価値がある猫も含まれておるのじゃ。それでいいじゃろ。思いっきり後付けじゃないか。あった！妖怪といえばミケランジェロはいわゆる化け猫だったそうですね。なるほどさん、何を言い出すんですか？意義あり。おめえさんの名刀はったりもそろそろ焼きが回ったようだな。それで化け猫だったら消えて当然なんて主張するつもりか？いいえ、とんでもない。証人、質問に答えてください。ミケランジェロは化け猫であるという噂が立っていたはずです。証人いかがですかな？それはじゃな。くだらねえな。噂は噂に過ぎねえ。化け猫だ、ユーマだ。そんなものが本当にいるわけねえだろうがよ。いや、身も蓋もないこと言っちゃったよ。では噂があったことは認めていただけるわけですね。まあそれは認める。それを聞いて安心しました。その噂がどうしたってんだ？噂が出たのは2週間ほど前です。なんでも高坂氏が生活するトレーラーから夜になると鳴き声が聞こえてきたとか。鳴き声？その声を聞いてある団員は赤ん坊が泣いていると思い、またある団員は化け猫の不気味な鳴き声だと思ったそうです。もちろんその化け猫とはミケランジェロのことです。何しろサーカスに猫はミケランジェロ1匹しかいませんでしたからね。しかしミケランジェロは化け猫ではない。ということはどういうことですか？証人！どうもこうも、今お主が言ったじゃろうが、赤ん坊じゃよ。わしは知人の赤ん坊を預かっていたんじゃ。団員たちが聞いた声はその赤ん坊の鳴き声じゃ。いやり！あなたは昼間はサーカスの練習や公演の準備をしなければならない。とても赤ん坊の面倒を見ている時間なんてないはずです。まさか昼間はずっと赤ん坊を放置していたというんですか？何が言いてえんだ、なるのじ。本当は赤ん坊なんていなかった。高坂氏は嘘をついているということです。ほう、おめえさんはあくまでこの証人を犯人と疑ってるっていうわけか。いえ、手錠の鎖がちぎれ飛んじゃった。まあまあ落ち着きたまえ。そう慌てることはない。危ない時は自分が身を挺して湯上くんを守ってみせる。いやいや、守るべきは湯上検事じゃないだろう。静粛に係官、すぐに替えの手錠を持ってきてください。黙りな。声が赤ん坊のものでないってならその正体当然説明できるんだろうな。無理だなんて言いやがったら
今この場で叩き切る。もちろんできますよ。簡単な話です。赤ん坊じゃなければ声の正体は猫ですよ。猫だと？団員たちが聞いたのはメスの猫が恋をするときに出す声だったんです。メス猫は恋の時期になるとオス猫を呼ぶために大きくて長い声で鳴くようになるんです。おお、それなら私も聞いたことがありますぞ。毎晩うるさくて眠れなくなる、あれですな。俺も。私もです。確かにあの鳴き声って赤ちゃんが泣いている声に似ていますよね。そう、恋をしている猫の鳴き声が赤ん坊の鳴き声に似ているのは世間でもよく言われていることです。そして今言ったようにそういう鳴き声を出すのはメス猫なんです。オス猫はそんな声を出さない。一つ勉強になりましたな。ですが、猫の性別がこの事件とどう関係するのでしょう。思い出してください、裁判長。ミケランジェロに希少価値があると言われている理由を。希少価値の理由。そう、ミケランジェロは三毛猫のオスだったはずですよね。ミケランジェロが本当にオスの三毛猫ならば赤ん坊に似た声など出すはずはありません。つまり高坂氏の部屋にいたのはミケランジェロではなかった。ミケランジェロによく似た普通のメスの三毛猫だったのです。少なくとも噂の立った時期以降、高坂さんの元にいたのはごく普通のメスの三毛猫だった。そして被告人がマジックで盗んだとされる問題の猫もおそらくはこのメス猫だったのではないでしょうか。どうしてそうなるのですか？それはもちろんサーカスには猫は1匹しかいなかったからですよ。メス猫がいたならオス猫はいなかったことになる。黙りな！そのオス猫には立派な血統書があるんだろうが、猫がオスであることはとっくに証明されていやがるのさ。いなり血統書の鑑定にケチをつける気はありませんよ。これは僕の推測ですが、本物のミケランジェロは高坂氏の元から逃亡してしまったものと思われます。化け猫の噂の立った2週間前よりもさらに前にね。高坂氏は本物のミケランジェロが逃亡したことを隠す必要に迫られた。なぜなら保険会社との契約でミケランジェロが盗難に遭った場合のみ保険金が支払われることになっていたからです。逃げられたのではお金は払われません。なぜそれを知っているのじゃ。休廷中にナルホドウさんに頼まれて私が保険会社に直接電話をして確認しました。そうか、だから高坂氏はどこかからメスの三毛猫を連れてきたんだ。オスはちょっとやそっとじゃ手に入りませんしね。高坂氏は普段からミケランジェロを他の団員たちに触らせようとはしなかった。猫が変わっていることに気づいた団員はいなかったでしょう。被告人のマジックは成功していたのです。しかし空中ブランコの乗り場で猫を受け取った高坂氏はそのまま猫を隠し、マジックは失敗したように見せかけた。そして大勢の観客の前で被告人が猫を盗んだと主張したわけです。つまりこの事件はマジックを利用した猫の盗難事件のように見せかけた保険金詐欺事件というわけですか？それはそこにいる証人に聞いてみるべきじゃないでしょうか。くそ、これで全てうまくいくと思ったのに、なぜだ。5億円はわしの金だ。金さえあれば無能な団員どものせいで傾いたこのサーカスも立て直し、別荘も高級車も買ってバカンスも楽しめたというのに誰かわしに金をよこせ。金だ、金を持ってこい。
湯上賢治、高坂サカスは。緊急逮捕したぜ。奴自身も言っていたが、珍しい動物どもの珍しい餌代で、サーカスの運営は火の車だったらしい。金に対する執着だけは、見上げたもんだったな。いやはや、なんとも巧妙に仕組んだものです。何も知らない魔術師に詐欺の片棒を担がせようとしていたとは。しかし、仕組んだ相手が悪かったと言うべきでしょうな。その魔術師は、なるほど君の娘だったのですから。くだらねえ茶番に付き合わされちまったようだな。こっちゃいい迷惑だぜ。まったくよ。おい、おっさん。呼んだかね、湯上くん。企みがバレたそこの哀れな男を連れて行きな。おっと。だがあんたにゃ、また証言台に立ってもらうぜ。ただし、次は被告人としてだがな。さあ来たまえ。悪にはしかるべき裁きが下されねばならない。そう、ジャスティスの名のもとに。それでは、こちらもなるほどを見抜きに判決を下します。無罪。やったー！よかったね、みぬきちゃん。ありがとうございます。驚きさん、ここねさん、それにパパも。みぬき、怖くなかったかい？ちっとも。だって何があってもパパなら必ずみぬきを助けてくれるって信じてたから。そうか。なんか感動しちゃったよ、俺。私もなんだか泣けてきちゃいました。さあ、うちに帰ろう、みぬき。帰ろう。